こんにちは、ミッキーです。今回は約半年ぶりに高円寺からおすすめカフェを6選ご紹介したいと思います。私自身高円寺に住んで約4年になるんですけども、そういった背景もありつつ少しひいき目に見てしまうかもしれないんですが、高円寺はおすすめなカフェがめちゃくちゃたくさんありまして、その中でもカフェの空間、その世界観含めてとても個性的で居心地がいいような空間がたくさんあります。また新しくできたお店とかも結構ありまして、他にもたくさんおすすめしたいカフェはあるんですけども、中でも厳選させていただき6選ご紹介させていただいております。高円寺は古着の街としても知られていますし、まさに今衣替えの季節でもありますので、ぜひ過ごしやすい今の季節にご利用いただくカフェとして参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはコーヒーアロームさんでございます。高円寺のカフェたくさんあるとは言ったものの、朝からやってるカフェはそれほど多くなくて、そんな中でも貴重なモーニングを楽しむことができるのがこちらのアロームさんでございます。こういった住宅街の中にひっそりと佇む空間になってるんですけども、緑があふれる入り口から店内のおしゃれな雰囲気もとてもいい空間になっています。お店の入り口にもご紹介があるんですけども、モーニングサービス600円および800円でいただくことができまして、モーニングは8時から11時半までの時間でいただくことができます。店内入っていただくと、こういったまさに純喫茶といえるようなレトロな空間が広がっておりまして、とても清潔感があるのも特徴的かなと思っています。でこちらのお店は気品と親しみのある女性のマスターの方が運営されているんですけども、このマスターとの会話もとても居心地が良くてですね、ここでモーニングをいただいた後にお会計を済ませてお店を出る時なんかには心地よく見送ってくれますので、気持ちのいい朝を始めるのにもとてもいい場所かなといった感じでございます。高円寺に限らず、こういった長年運営されているような純喫茶の空間の中でマスターとの会話を楽しめるというところも、こういった中央線沿いのカフェの魅力になっているかなと思っています。でこちらのお店にこんな感じで飾られている壁面の作品は全て地元の作家さんの作品だということなので、この辺りも楽しんでいただくととてもいいかなと思っています。この作品自体も1ヶ月に1回ぐらい変わるということでございました。そしてこう一つ一つ丁寧にコーヒーを入れてくれるんですけども、このコーヒーも結構たっぷり入れてくれまして、とても満足感があるコーヒーになってますので、コーヒー好きの方、朝からコーヒーを楽しみたい方なんかにはとてもおすすめかなと思っています。そしてこちらがこの日にいただきましたモーニングサービスのコーヒーでございます。このカップも大容量になっていまして、先ほど申し上げた通り結構満足感があるような飲み応えになっているかなと思っています。この食器もとても素敵ですよね。そしてモーニングサービスはこんな形でサラダとあとトーストとあと卵をつけていただくことができまして、このトーストはバターとシナモンとジャムの3種類から選ぶことができますので、この時訪れた時の気分に合わせて頼んでいただければと思っています。このサラダも結構たっぷりいただきまして、一人暮らしとかで生活の中の食材のバランスが崩れてしまうような方にもおすすめできるような部分かと思いますので、ぜひこの付近にお住まいの方とか高円寺の土曜日に遊びに来た方なんかは試していただければと思っています。日曜日はちなみに定休日なのでお気をつけください。続いてご紹介しますのはネゴンボ33というお店でございます。こちらは食べログトップ5000にも選出された西所沢のカレーと自家焙煎コーヒーが看板メニューになっているお店でございます。こんな感じで夜になるとこういった趣のある雰囲気がとても特徴的になっています。高円寺の駅からもとても近いので、そういったところもおすすめなポイントになっています。入っていただくと入り口付近にある券売機で券を購入されてカレーを頼むという形になっています。でコーヒーの種類も複数ありまして、右上に書かれているような本日のコーヒーから選んでいただくような形になっています。基本的にカレーとのペアリングを考えてくれていますので、深入りのコーヒーがメインになってきます。でそのコーヒー豆もインドの豆とあとはフェアトレードの豆を取り扱っているということでございまして、旬な豆ブレンドをセレクトして提供してくれているということでございます。なのでこの日も私はカレーの後にコーヒーいただいたんですけれども、スパイシーなカレーの後の一杯としてコーヒー飲んでいただくというのがこちらネゴンボさんの楽しみ方かなと思っています。こんな感じでレトルトカレーの販売も行われていますので、もし気に入られた方はそのあたりも購入されていただくといいかなという感じでございます。そしてこちらがこの日にいただきましたカレーの2種盛りでございます。カレーはこの日は3種類の中から2種類を選んだんですけれども、1つはラムキーマカレーで、もう1つは
ポークビンダルーというカレーでございました。でこちらのお店の一番人気はラムキーマカレーだということで、粗挽きのラム肉をワインとトマトで煮込んだこだわりの一品になっているということでございます。あとは花山椒、生姜、ピンクペッパーと合わさった癖になる美味しさも特徴的になってますので、そのあたりも香りと合わせて楽しんでいただければと思っています。ぜひですね、先ほども申し上げましたけども、コーヒーとカレー両方楽しんでいただくととてもいいかなと思っています。続いてご紹介しますのはポタカフェさんでございます。こちらの店ではランチで伺ったんですけども、看板にあります通りキッシュプレートや煮込みハンバーグなどをいただくことができるカフェになっています。他にもコーヒーも美味しいので、ぜひコーヒーも合わせて頼んでいただくととてもいいかなといった印象です。こんな感じで、このポタカフェさん自体は可愛らしい雰囲気のお店になっていまして、お店自体は2階になりますので、こちらの階段を上がっていただくとお店の空間が広がっているといった形です。でこちらのポタカフェというお店の名前なんですけれども、ポタリーという陶器の絵付けも体験できるというところが由来になっていまして、ぜひですね、そのあたりの体験もされたいという方にもとてもおすすめになっています。でこんな形で店内に入っていただくと、店内にはギャラリーもありまして、そのギャラリーもご覧になることができますので、こういった可愛らしい空間の中でもし気に入っていただける絵画なんかがありましたら購入していただくこともできますので、お家の中を彩る一つのインテリアとしてご活用いただけるような、そんなアートを探しに行くというのもとてもいい用途かなと思っています。もちろんコーヒーにこだわりがあって、他のフードメニューとかそこで勝負していくんだみたいなお店も私はとても好きなんですけども、高円寺のカフェの特徴として、こういったカフェだけじゃなくて、そのお店の方々が好きなものとか、あとは提供したい空間含めて、こういったイラストとかアートとかそういったものを合わせて提供してくれるというところも高円寺の魅力かなと思ってますので、やはり高円寺のカフェ巡りをするときには、そういった世界観とか、あとはお店の方が伝えたいものみたいなのを感じながら巡っていただくと、より深く楽しむことができると思いますし、もし皆さんの趣味とも合致する部分がありましたら、このリピートするきっかけにもなると思いますので、もし皆さんのお友達の中でそういった興味がありそうなお店を見つけましたら、ぜひですね、ご紹介していただくといいかなと思ってます。このマスク袋もとても可愛らしいものがありまして、こちらを持って帰っていただくのにもとてもいいかなと思いますので、ぜひ記念に覚えていただければと思います。そしてこちらがこの日にいただきましたキッシュプレートでございます。本当にこちらのお店ではキッシュプレートが一番のおすすめメニューになってますので、ぜひ頼んでいただきたいというのと、ヘルシーでとても美味しいので、その辺も女性の方を中心におすすめできるポイントになっているかなと思っています。でこちらは合わせていただいたランチコーヒーなんですけども、セットでいただくとプラス100円でいただくことができますので、そのあたりもとてもおすすめできるポイントになっていますね。なのでぜひこのアートな空間と、あとはキッシュプレートとコーヒー一緒に楽しんでいただくといいかなという感じです。続いてご紹介しますのは、2021年8月にオープンしたばかりのとてもおすすめなカフェになっています。こちらの店、ラドブロスカフェという名前なんですけれども、手作りチーズケーキとこだわりのコーヒーが自慢のスタイリッシュな空間になっています。このラッドブロスという名前の由来は、地域の方々と兄弟のような強いつながりでいたい、そんな思いが込められているということでございます。こんな感じの開放的な空間もとても特徴的になっていまして、店内では充電をしたりとか、あとは Wi-Fi を使うこともできますので、ちょっとした調べ物とか、あとは作業にも使うことができるかもしれないです。でこちら夜までやってますので、夕食後にコーヒーだけ味わいたいなんて方にもとてもおすすめできるかなと思っています。でこちらメニューがいくつかあるんですけども、ミルク系のドリンクとエスプレッソドリンクと、あとはシーズナルメニューという形でいろんな飲み方ができるのと、あとこちらの4種類の産地別の豆から選んで抽出していただくことができますので、本当に多種類の飲み方で多種類の豆で楽しむことができる空間になっています。こちらはこの日にいただきましたフィルターコーヒーと、あとはアイスのアメリカーノでございます。この日はフィリピンのマリビックという産地のものをいただいたんですけども、プラム系の果実感のある香りで、まさにフルーティーな感じ、オレンジ系のほのかな酸味も合わさった感じがとても素敵だなと思いました。でこの白を基調とした空間もとてもおしゃれなので、ぜひ試してみてください。続いてご紹介しますのは、ハティフナット高円寺のおうちというお店でございます。こちらは吉祥寺にもあるので、そちらをご存知の方もいるかもしれないんですが、このとてもメルヘンな雰囲気が個性的で、なかなか他には見られないような、そんな空間になっているカフェでございます。でこちらは店の雰囲気もとても素敵なので、後でご覧いただいて、特にですね、お子さんとかを連れてきていただくのもとてもお勧めできるポイントかなと思っていますし、あとはちょっと女性同士で立ち寄っていただいて、インスタ映えな空間を楽しんでいただくというのもとてもいいかなと思っています。
あとご飯自体も結構ボリューミーで多種類なメニューがありますので、ご飯を単純に楽しみに行くという用途でもとてもお勧めできる空間になっています。このちょっと狭めな1階の席を上がっていただいて、この2階の隠れ家的な空間を味わうことができるといった形です。このお店の様子は昨年の12月ぐらいのもうちょっと前ですかね、クリスマス付近の時の映像を撮らせていただいてるんですけども、まさにこの季節ごとにこういった装飾もされるかなと思いますので、今の季節だともしかしたらハロウィンとかの装飾もされてるかなといった感じでございます。で本当にこの壁面全体もとてもメルヘンな雰囲気になっていまして、こういうのが好きな方なんかにはとてもお勧めできるかなといった形ですね。立川のグリーンスプリングスとかにもプレイミュージアムみたいな形でこういったイラストとかが見どころになっている空間があったりするので、そういったところが好きな方にお勧めできるかなといった感じでございます。このインテリアとかもとても木目調でおしゃれで素敵ですよね。でこちら映していますのが平日のランチメニューになっていまして、ランチメニューもタコライスを中心に複数種類あるのと、あとは他にもお食事のメニューはたくさんありまして、お休み中のものもいくつかあったりはするんですけれども、そのあたりをさっぴいてもたくさん種類があるかなといった印象です。あとアルコールメニューも充実していまして、一つ一つですねオリジナルメニューなんかも考案されて作成されているのと、あとはこういったイラストをつけていただけるようなカフェラテも注目になっていますし、あと天然のフルーツティーとかクリームソーダとか、もう喫茶店ライクに使えるというところがおすすめかなといった感じです。こちらはこの日にいただきましたタコのタコライスと、あとはキャラメルラテでございます。このキャラメルラテのアートもなかなか他のプアオーバーで注がれるようなラテとはまた違ったイラストで素敵だなという感じですよね。他にもオーダーを受けてから作るケーキとかもあるようなので、その辺も気になる方は頼んでみていただけるといいかなと思っています。そして最後にご紹介しますのは R ザ読書館というところでございます。こちら高円寺の中でもとても有名なお店になっていまして、まさにこの読書館に訪れるために高円寺に訪れるという方も多いというふうに聞いています。こちらのお店の何といっても特徴的なのは、基本的におしゃべり禁止というところで、喋ってもいいんですけども本当に小声でお願いしたいということでございまして、そのあたりが読書にはとても適した空間になっているというところでございます。私もこの R ザ読書館さんの近くに住んでいますので、たまに本を読みに行くためだけにこちらに訪れるなんていうことも結構ありますね。で本当に落ち着いた空間で読書の世界にふけりたいという方にとてもお勧めできるような空間になっていますので、ぜひこの動画を見て気になった方は訪れていただきたいなと思っています。でお店の雰囲気見ていただいても分かるかもしれないんですけれども、森の中での読書をコンセプトとしているということでございまして、古い教会や小学校、童話に出てきた博物館などを参考にして作られた空間だということでございます。もちろんこの空間もそうなんですけれども、インテリア一つ一つですとか、あとは置かれている本なんかもタイトルを見てるだけでも時間が過ぎてしまいそうな、そんな空間になっています。で壁に飾られている絵画とか、あとはこういった植物とかもとても素敵ですよね。でこう今映していますような水を入れるグラスなんかもとてもおしゃれでございまして、後でご紹介するコーヒー用の陶器とか、あとは食器類もとても素敵なので、そのあたりも世界観をきれいに表しているなという形でございます。こんな感じでメニュー表の中に静寂を楽しむ空間なので、大きな声でのおしゃべりやめてくださいということだったりとか、あとは本当に瞑想にするとか、そういった用途にも使っていただきたいなんていうマスターの深いこだわりが詰まっている空間でございます。でマスターの思いなんかはブログの方でも確認することができますので、気になった方はマスターのブログも確認していただくと、より2倍3倍楽しむことができるかなと思っています。そしてこちらはこの日にいただきましたコーヒーと、あとはブラウニーでございます。コーヒーはストレートで基本的に提供されるということで、この日はイエメンのモカマタリをいただきました。でこんな形でポットで置いてくれますので、コーヒーを自分でおかわり注ぐこともできます。でこのブラウニーを食べる時のフォークもとてもおしゃれになっていまして、童話の世界に登場しそうなフォークですよね。こちらでブラウニーを、カットしていただいて食べるといった形でございます。結構ブラウニーもずっしりと食べ応えがありますので、あまり大きくないんですけどもしっかりと食べられると思ってます。220円という値段もとても良心的ですよね。であとはこんな形でポットで自分自身でこの陶器に注ぐことができますので、そのあたりも楽しんでいただきたいと思っています。以上、今回は久しぶりに高円寺からおすすめカフェを6選ご紹介させていただきました。
やはりこの高円寺の世界観というのが私はとても好きですし、ぜひですねこの動画の中で1個でも気になったお店がありましたら、過去に紹介した2つの動画と合わせて高円寺のカフェ巡りという一日を考えていただくのもとてもいいかなと思っています。高円寺自体はあとは古着とかもたくさんありますので、そのあたりと合わせて楽しんでいただくのもいいですし、居酒屋とかでもとてもおすすめなお店、ランチでもおすすめなお店、本当にたくさんありますので、高円寺で一日過ごすという、過ごし方を考えてほしいというのが率直な思いでございます。もし他にも知っているお店とか気になっているお店ありましたらコメントの方で教えてください。あと気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上ミッキーでした。ありがとうございました。